はい、私は今現在、阪急春日野道駅の南側へ来ております。このね、画面の左側に阪急春日野道駅がございます。反対側に目を向けますと、春日野道商店街というものがありますね。線路の北側にも商店街がありまして、今回ね、この商店街、線路を挟んで南北で運命が変わったということをお送りしていきたいと思います。それでは参りましょう。線路を挟み南北で運命が変わってしまった商店街ということでお送りしていきたいと思います。まずこちらね、春日野道商店街の方をね、紹介していきたいと思います。これね、昔、大日商店街と呼んでいた記憶があるんですけどもね、違いますかね。右側に、ミニコープがありまして、反対側にはね、コンビニのファミリーマートがございます。でね、こちらの、春日野道商店街の方ね、下へ降りていくんですけども、こちらの商店街ね、パッと見ね、結構ね、変わった特徴がある商店街でございました。その点はね、これから説明していきます。まず右側見るとね、上海小籠包ってありましてね、小籠包のお店ですよね。で、もう少しね、下の方に降りていきましたら、これね、カフェですよね。で、左側もね、これね、カフェがありますよね。で、その奥にはね、スイーツ屋さんがあるんですよね。さらにね、下の方に降りていこうと思っていると、こちらね、インド料理、カレーのお店がありますよね。で、この左側にもね、大きなカフェがあります。こちらですね。で、今日はね、月曜日で祝日なんでね、人が少ないですけどね、お店も結構ね、閉まってますよね。で、こちらね、八百屋さんがあって、銀行がありまして、洋服屋さんね、まだね、銀行がありますよね。で、こちらもね、カフェですよね。で、こちらね、カフェテリアみたいなものありますよね。で、こちらね、保育所ですかね。で、こちらがね、焼き鳥屋さんになるんですかね。ちょっとね、かっこいい焼き鳥屋さんですね。結構ね、重厚感ありますよね。で、花屋さんがありまして、で、こちらもね、喫茶店ですよね。で、病院がありまして、で、ここにはね、ここもね、中華屋さんですね。料理屋さん多いでしょ。で、こちらもね、銀行ですね。で、こちらがね、古書堂ですね。古本屋さんですね。で、マンションがありまして、で、こちらが焼肉屋さんですかね。で、下がね、鉄板焼き屋さん、その下にもね、食堂がありますね。焼き鳥屋さんですかね。で、こちらもね、喫茶店ですかね。平戸屋さんね。で、こちらね、ホテルかマンションがありまして、こちらもね、中華料理屋さんですね。やたら中華料理屋さん多いでしょ。で、その下には、こちらね、唐揚げのお店ですね。唐揚げの専門店ですね。で、反対側は富士屋さんっていうね、食堂がありますね。食堂ばっかりでしょ、この商店街ね。で、その下が寿王さんとかいうね、中華屋さんですね。で、下にはね、うどん屋さんがありますよね。で、その下が、こちらね、小料理屋さんですかね。反対側が、また一品料理のね、お店がありまして、下がね、餃子の王将ですよね。やたら料理屋さん多いんですよね。で、こちらもね、ちょっとした食堂ですよね。で、居酒屋がありまして、またカフェがね、ありますよね。で、柱の向こう側がお好み焼き屋さんがありまして、その下がね、お寿司屋さんですね。で、横マンションがあって、スナックがあって、で、こちらね、カフェとか、あとこれはパチンコ屋さんですかね。で、こちらマンションがありまして、でね、左側はちょっと渋い感じの喫茶店があって、その奥にはね、鶏の料理屋さんがありますね。で、右側は甘味屋さん、和菓子屋さんですね。で、ここ信号がありまして、信号を渡って、で、右側は整体屋さんでね、左側が、カフェですね。昔の喫茶店ですかね。で、その横はね、パソコンショップがありましたね。パソコンショップというかね、パソコンの、教室ですね。
反対側は風火山とかいうね、ラーメン屋さんですね。でその隣ね、チーズケーキのケーキ屋さんあったんですけど、ちょっと高くて買えなかったですね。でここもね、ちょっとね、パスタ屋さんですよね。やたらと多いでしょ。で約ね400メーターほどのね、商店街なんですけどね。でこちらが国道28号線ですかね。国道2号線ですかね。でここがね、阪神の春日野道駅になります。阪急春日野道駅と阪神春日野道の間に挟まれてます。で国道を挟んですぐ前にはね、スーパーのライフがありましてね、こんなとこでね、よく商売できるなという感じはありますよね。で今度は逆にね、線路の北側の方に向かってまいりましょうかね。ここからがね、ちょっとね、やばいんですよね。南北でね、運命を本当に分けてしまいます。まずね、花屋さんがあって、和菓子屋さんがこちらにもあります。でね、ちょっと上の方に上がるとね、左の奥がね、布団、寝具屋さんですね。で、セブンイレブンがありまして、でね、ちょっとね、先ほどのとこにね、市場があったんで、入ってみようかなということで、広島屋菓子店となってますけどね、中西市場でね、なんかランプが1個しかついてない、なんか寂しい感じなんですけどもね。はい、この中へね、ちょっと入ってみたいと思います。はい。なんか非常にのっけからやばそうですよね、これ。シャッター全部閉まっちゃってるよというね。実際ね、南側に出入り口のあるお店もあるのはあるんですけどね。全体的にこんな感じなんですよね。市場という割にはちょっと寂しすぎるでしょうという感じですよね。ここは喫茶店なんですけどもね、ちょっとやばいでしょこれね。って感じでしょ。はい。でここはね、終わりなんですね。あちらから来ましたね。で今度ね、向こう側にね、大日6丁目商店街っていうのありまして、ここもね、一応今日祝日なんですけど、それにしてもちょっとひどくないですかという感じですよね。で珍しく商店街の中にこう住宅があったりするんですよね。なんかやってるのかやってないのかよくわかんないっていうね、お店があるんですよね。多分この辺絶対やってないですよね。でマンションがあるからね、ここら辺にね、お住まいの方は雨の日はね、結構楽ですよね。濡れないんでね。はい。一応こちらお茶屋さんなんでしょうけど、まあ今日祝日なんでね、やってないのかもしれないんですけど、それにしてもね、ちょっと回転率が悪すぎるでしょ、これね。横断歩道があって、ちょっとね、車なんだかやり過ごしまして前に行きますね。ここもね、一応お好み焼き屋さんでなってるんですけど、もうね、売りに出されてましたね。はい。でもこんな感じで店なのかうちなのか住宅、ここは住宅なんですけどね、もう商店街として終わってますよね。もう昔のね商店街の名残はあるんですけどもね、もう完全にやってないところっていうのがね結構ありますよね。どうでしょう。線路を挟んで南北でね運命が完全に分かれましたよね。これちょっとやばすぎるかなーって感じなんですよね。はい。でね、終わりまで来てしまいました。でね、これで終わっちゃうとちょっとね、後味が悪いんで、この近くのね、もう一つの市場の方に行ってみたいと思います。はい。で、こちらがね、大安亭商店街というと、大安亭市場ですかねっていうとこなんですけども、この大安亭というのがですね、昔明治時代の中頃にこの辺りにね、浪曲の大安亭というね、小屋があったんですね。でその名前を取って大安亭ということで大安亭市場になったということですね。でこちらはね業務スーパーがあったりしてね、市場にとってはちょっとまずいんじゃないのっていう感じなんですけど、それでもねこのにぎわいですよ。これねもう夕方の4時ぐらいなんですけど、それでもこれだけにぎわってるんですよね。それでも祝日ですよ。今日ね祝日の月曜日、夕方の4時でこのにぎわい。僕がね最初に行けた時もっと人言いましたからね、何回か往復してるうちにね人少なくなりました。それではまた言いますからね。でこちらね魚屋さんですかね。あとねアジアン
スーパーとかね、あと魚屋さんとかお肉屋さん、あとね八百屋さんとか、あと果物屋さんとかね、結構ありますね。で結構安いんですよ。でこれね大安亭っていうぐらいなんで、物がね安いというのもあるとは思うんですけども、そういうのもねあるかも分かりませんね。はい、右側ねこれ惣菜屋さんですね。はい、でこちら天ぷら屋さんで、こちらでお弁当屋さんですね。でね、祝日なんでね、休んでるところも何軒かはありました。でこちらがね、休憩所なんですね。ここでね、市場で買ったもの食べてもいいですよっていうところなんですよね。なんかね、女子サッカーを応援してるみたいですね。でこちらが焼き鳥、鶏のね、お肉屋さんですね、精肉屋さんでね。でこちらの靴ね、結構安かったです。買おうかなと思ったんですけどもね、ちょっとね、もう手荷物いっぱいやったんでね、ちょっと諦めました。左側はこれお魚屋さんですかね。はい。で左側ね、また八百屋さんで、右側ね、雑貨屋さんですね。結構安くてね、昔ながらの活気ありましたね。で、八百屋さんがあって、で、洋裁店がね、ありまして、で、こちら100円ショップもございました。右側ね、洋服屋さんですね。ここもね、そんなに高くなかったですね。で、こちらが精肉店ですね。はい。で、次ね、こちらが、なんだろう、ちょっとわかんない。ごめんなさい。で、こちらがね、韓国のね、雑貨店ですね。で、左側が鶏肉の、精肉店ですね。はい。で、多分こちら八百屋さんですかね。もうね、時間遅いんで、もう終わっちゃってますね。それは市場で5時までやってるとこないですからね。はい。約大体ね、300メーターぐらいのね、商店街なんですけど、まだまだ元気です。これ元気だったらね、ほんといいですよね。はい、今回この辺りで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。またね、この動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、あと、コメントなどいただけましたら嬉しいです。また次回お会いするまで、さようなら。